やっほー、ジョイジョイのジョアナです。今日はうちのキャラバンにようこそ。今おじいちゃんの家にいんねんけど、おじいちゃんの家の前にキャラバンを止めてて、最近はここをなんか自分の書斎として使ってんねん。じゃあ今日の御言葉、今日は新約聖書から取りました。今日の御言葉はローマ人への手紙っていうとこから来てて、パウロさんっていうすごい有名な人が書かはってん。でパウロさんっていう人はイエス様が亡くなった30年後ぐらいからめっちゃ活躍してて、いろんなとこにイエス様のことを伝えに行って、ほんで新約聖書の半分以上ぐらいかな、たくさんの本を書かはってん。で今日はそこから御言葉を取った。最近祈ることについてよく考えてんねんな。先週25歳になってんけど、前からお祈りすることをちょっと苦手やなって感じてて、すごいそれ残念なことやねん。クリスチャンっていうのは神様との関係を持ってる人のことを指すねんけど、誰かと友達やとするとその人とめっちゃおしゃべりするやん。話すことによってその人のことについて知って、その人がうちらのことについて知って関係を築いていくやん。でお祈りも一緒やねん。それやのになんか最近よく祈れてないなとか、なんか苦手やなとか思っちゃって、前からめっちゃこれちょっと苦手なの直したいなと思ってたから、25歳は祈りの年にしようって思ってんねんな。でちょうど誕生日の前の日に日曜日で教会行ったら、教会の説教がお祈りについてで、それもなんかうわやっぱりお祈りについて考えようってなって、感動した。まあとりあえず今日の御言葉はお祈りについて。じゃあ読むで。ローマ人への手紙8章26節。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。この御言葉、御霊っていう人のことを話してるけど、聖書には三位一体っていうことについて書かれてて、それはつまり神様、お父様である神様、息子であるイエス様、そしてご聖霊様とか御霊とか呼ばれてる聖霊様がいんねん。でその3人が一つってなってる。でもうそれはもうほんまにまた違うビデオでジョイジョイの他の仲間に説明させてもらうわ。すごい難しいから。でもこの御言葉では、うちがお祈りするときになんかなんて言ったらいいかわからへんなとか、なんかめっちゃ幼稚な祈りやなとか思うときに、御霊が間になんか仲介者みたいな感じで間に立って、うちの祈りを神様のとこに届けてくれてはんねん。ジョアナはつまりこう言おうとしてはるんですって御霊が神様に言ってくれんねん。でこの御言葉読むたびにめっちゃ励まされんねんな。どうやって祈ったら分からへんけど、でもそれでも祈ったらちゃんと御霊様がそのお祈りを神様に届けてくださるって、神様いつでも聞いてるけど、何でもいつでも。でそのなんて書いてあった？深いうめき、言いようもない深いうめき、それは何のことか天国行くまで分からへんと思う。それは置いとこう。取りなしてくださいます。取りなしの定義をさっき調べてんけど、めっちゃいいの見つけた。取りなしとは、対立する二者の間に立って事態が好転するようにうまく取り計らう。またその場の気まずい雰囲気をうまくまとめる。なんかそういうこと聞いたらさ、お祈りすんのめっちゃ楽しみにならへん？ほんまに神様に話すチャンスが与えられてる。いつでもどこでもどんな言葉を使ってでも神様におしゃべりすることができる。で御霊様がそうやって取り計らってくれるから、うちの言葉はどれほど幼稚でも
神様に届く、神様に受け入れられる、それめっちゃ励ましになんねん。で、最後に一つめっちゃ励ましになるのが、私たちはわからないのですが、私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですがって書いてあるやん。つまり偉大な有名なパウロさんまでどうやって祈ったらいいのかわからへん時があってん。そうやってそんなことまで書いてんのがもうめっちゃ嬉しくなるし、励まされるし、今日もまた祈ろう、神様とおしゃべりしようって思わせてくれるから、この御言葉が大好きです。じゃあね、バイバイ。